石川県珠洲市正院町。のどかな田園風景の広がるその先に、珠洲焼作家篠原隆さんの工房はありました。能登半島地震で篠原さんのレンガ窯は倒壊し、何百点という作品が失われました。工房の敷地の一角に立つ潘さんの設計による仮設工房です。ビールケースと土のう袋を基礎に歯間を柱に使ったこの仮設工房はわずか2日で建てられました。断熱材入りの壁に守られた快適な室内、それは新築の木造建築と比べても遜色のない美しさでした。デザインっていうのは衣装設計じゃないと僕は思ってるんです。デザインっていうのは問題解決だと思ってるんです。ですから災害でもあるいは普通の家を作る場合でも土地の条件とか予算とかお施主さんの要望とかみんな条件が違うわけですよね。その条件、それは土地の非常に悪い状況もあるかもしれないし、いろいろなそのプラスもマイナスの条件も含めてそれをいかにデザインで解決するかっていうのがデザインの作業だと思ってるんで、何かこう装飾的に衣装としてなんとかのスタイルをデザインするとかそんなことは一切やらないですね。東京代々木公園にある透明な公衆トイレ。まるで小さな美術館のようなその姿を一目見ようと国内外から訪れる人が後を絶ちません。入る前は中が透けて見え、内部に誰もいないことや清潔さが外からわかるようになっています。中に入り鍵をかけるとガラスが曇り、視線を遮る仕組みです。Beautiful. But it's not for the beauty. Yeah. It's for the two purposes. When you go to the public toilet, normally it's very dirty. So you can find out whether the toilet is clean or not before you go in. Also for the ladies, you may afraid somebody may be hidden, so that we can find out this protection. Wow, So it's it's safe also, and clean. 誰もが安心して使えるようにという願いをデザインで実現させた世界に一つの見えるトイレ。それは公共空間に新しい信頼の形を提示する試みでもあります。東京都武蔵野市、緑あふれる住宅街の中にある成蹊学園。自由と個性を尊ぶ教育方針で知られるこの学び舎で、潘さんは幼少期から高校までを過ごしました。後年、潘さんは母校の大学図書館と小学校本館の設計を手がけました。
僕が卒業生で僕がこうデザインした。マジで全部。そう。そう。でも全部。この2年が全部写してるの？すげえ。昔から国際理解教育にとても力を入れていて、そういうグローバルに活躍する人材を育てたいっていうのは鳩村春先生っていう創立者が考えてたから、もう本当に戦前からそれこそ帰国子女を受け入れる国際学級をやってたとかね、そういうとこあるんですけども、あれですよね、クーパーズユニオンにこう行こうと思われたのはなんかロールモデルとかいました？高校生の時に、ラグビーで全国大会で1回戦で負けて、もともと慶応じゃなくて早稲田行ってラグビーと建築両方やりたかったんです。ところが1回戦で負けて、これはもう早稲田のレベルじゃないということを思い知らされて、で美大に方向転換したんですよ。その学校の先生のアパートに建築の本でいろんな海外の情報の雑誌があって、そこにクーパーユニオンのこととその学部長のジョン・ヘイダックという先生の作品集があったんですよ。それ見て、こう行こうって決めて、で手紙書いてもアプリケーション送ってこないんですよ。でしょうがないから英語学校のビザで行ってみたら外国人入れない学校だったんです。設立1859年で、それ以来授業料タダなんですよ。で一応留学生はお金あるだろうということで入れなくて、だけど編入すれば入れるってことが分かったんで、別の学校行って編入試験受けて入ったんで、いやだからね、そういうね挑戦マインドを多分育んだ学校ではあると思います。そうですね。自分の考えを信じてそのまま突き進むだけであって、だから普通ね、普通の人は何かチャレンジしようと思った時に、まずもし失敗したらどうしよう、あるいはこれやったことによってネガティブなこんなことが起きるっていうことを考えて普通やらないんですよ。僕は絶対ネガティブなことを考えずにまずやっちゃって、そこで問題が起これば解決すればいいと思ってるんで、だから一切みんな普通「こんなことあったらどうするの?」とかいろんなこと聞くわけですけど、そんなこと一切考えない。だって英語も喋れず誰も知り合いもいないのに、誰でも行ったことないクーパーユニオンって学校を受けて、それでアメリカ行って荷物なくなって、で英語学校入って、で行ってみたら分かったのは外国人が入れない学校だ、だからどっか編入試験を受けなきゃいけない、もう全部想定外のことばっかりですけどね。それとやっぱり小さい頃から母親の教えで、苦労はお金を出しても買いなさいということを信じて、どっちの道に行こうかなと思った時に、どっちがより自分にとって大変か、より大変な道を選ぶようにしてきたっていうことも重要だと思います。普通はやっぱり楽な道を選んでしまいますけどね。だって僕の人生、彼女がいなかったりないですもん。全てチャンスをくれたのはうちの母ですから。で僕がやりたいっていうことに対して全て支援して、それに対して何のね応援もしてくれないんですよ。お金出すだけ。普通だったら留学生だったら親がいろいろ調べてくれたりとか準備してくれたりするじゃないですか。何にもしてくれないですよ、うちの母は。自分でやりなさいって。いや、何もいいんじゃないって言うだけで、何も本人忙しいから、彼女よりも怠けるわけにはいかないと思いますよ。迷ったら大変な方を選びなさい。それはバンさんが今も胸に刻み続けているお母さんからの教えです。誰かの困難や社会の課題に建築で応えようとする姿勢。問題を解決することがデザインである。建築にすべてを捧げ、建築で誰かを助けることを選び続けるバンさんの人生。その仕事に終わりはありません。その背中は静かに、しかし確かに次の世代に希望を託しているようにも
見えます。